結構ゲームを作って公開したはいいけれども、なかなか自分の知っている範囲以上に広がらないとか。完成したゲームどうしてますか？完成してません。よくこういう感じのプレゼンがあるかと思うので。今日は取材でたまたま大阪にいらっしゃって、いつも東京で活動されているフリーランスのゲームライターの方なんですけども、もう20年以上やられてますね。僕が小学校の頃に読んだ雑誌の書いてらっしゃった方なので、本当にもう神様みたいな方なんですけども、戸塚義一さんという方でして、今日は個人やあと中小のデベロッパーでゲームを作られている方に、もうちょっと自分の作ったゲームをなんか広く知ってもらいたいなというふうに思っている方にひょっとしたら役に立つのではないかという情報を、ちょっとバッチポンプ的ではありますが用意してみましたので、そちらの紹介をできれば。ゲームライターの戸塚義一さんに、代わりますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。タイトルはあなたのゲームの最新情報をゲームソルジャーで。完成したゲームどうしてますか？完成してません。よくこういう感じのプレゼンがあるかと思うので、ちょっとちょっと多めに見ていただけると、結構ゲームを作って公開したはいいけれども、なかなか自分の知っている範囲以上に広がらないとか、ツイッターの自分のアカウントで一度できましたよって言って宣伝して終わりだったりとか、ひょっとしたらそういう例があるのではないかなと。例えば、完成すれば満足だと、これだけゲームがいっぱいあると埋もれるのはしょうがないなとか、身近な人に伝えはするんだけれど、ちょっとなかなかそれ以上の広がりがないなと、本当にそれでいいのでしょうか。メジャーな媒体につかず離れずの隙間サイト、ゲームソルジャー .net はいかがでしょうかということで、自分でやっているサイトの紹介をします。私は普段は、週刊ファミ通とか、フォーゲーマーさんとか、そういったゲームメディアで、取材とかでインタビューしたり、ゲーム紹介の記事を書いているんですけれども、中には一度紹介したデベロッパーさん、特にインディー系の方で、例えば新作が出たとか、こういう更新情報があったっていう時に一度紹介してしまったけれども、その第2弾っていうのはなかなか他の記事とのバランスとの兼ね合いでちょっと難しかったり、どんどん新しいのを紹介していかないといけないのでちょっと見送ってしまうとか、自分でこれはいいなと思うネタがあってもなかなか紹介しきれずにこぼれてしまう、メジャーな媒体でこぼれてしまう情報が結構あって、以前からもったいないなと感じていました。なのでそういった溢れてメジャーな媒体から溢れてしまう部分と、あとは自分自身がこのゲーム本当にいいなって思ったものをなるべくいい形で紹介したいということで、全く仕事とは別で自分の裁量でできるサイトをやりました。これはちょうど先週東京の浅草橋であった東京サンドボックスというインディー系のイベントのレポートで、実際はファミツー .com というウェブ媒体で書いた記事の、まとめではあるんですけれども、その中にちょっと実際の記事の中に盛り込めなかった情報を、混ぜたりしつつ、一応かろうじて一時情報をなるべく盛り込む形で本当にただある情報を横流しするんじゃなくて、一応ライターでやっているならではの情報を混ぜながら、紹介をしています。これ去年の12月ぐらいにコミケでリリースされた、インフィノスはインフィノス外伝というシューティングなんですけど、こちらの開発の方もなかなかプレスリリースをメディアに送っても、取り上げてもらえないと以前から悩んでいまして、こんないいゲームなのになかなか紹介する場がなくてもったいないなと思って、直接そのデベロッパーさんとお話をして、なんか目立つ記事がないかなということで、
音楽を担当されているのがつくも百太郎さんという昔、サンダーフォースシリーズ、ちょっとこの辺知ってる人はだいぶ年齢が上の方なのでちょっとピンとこないかもしれませんが、90年代のゲームのゲーム音楽をやられてる方がこのゲームいいなってビットサミットで見かけて、それでこう自分から俺協力するよって言ってなんか参加してるという経緯がありまして、なんでそちらの方がもう本当に十何年ぶりにシューティングゲームの音楽をやるっていうことも一つの特徴だったので、これを眠らせておくのはもったいないということで個人的にスカイプ経由のインタビューをしまして、割と普通の仕事でやるぐらいの分量のインタビューを作りました。このインタビュー記事とその前に、リリース日が決定したっていうリリースをやったことでかなり今まで全然売れなかったというゲームがものすごく売れて困って、なんかいつの間にかアーケードのご存知ですか？そうですね。そういう展開になっているということで、ちょっとは協力できたのかなと思います。で、このメディアの一応特徴を言うと、掲載基準が緩いと。これはちょっと画像用意できなかったんですけど、例えばなんか個人の開発で昔ゲームを作っていたけどしばらくちょっと間隔あってなんかちょっと iOS のアプリ作りましたと。したら、これどこで宣伝したらいいか分かんないっていうことで直接メールでTwitter でも、募集してますって書いてるので、そういう経由でなんか紹介していただけませんかというのを来たので、そちらの記事を書いたらなんか結構すいませんちょっとアバウトなんですけどそこそこリリースされて、その人も気に入って自分の固定ツイートにその記事をリンク貼ってくれたりで結構大事にしてもらってます。であとはだから基本リリースを投げてくれればもうそのまま記事にします。ただ全然できてないゲームとかそういうのだと難しいんですけども、一応遊べる状態で可能であれば、私が遊べる状態のなんかビルドなりもう完成品などでいただいて、それでプレイしてこういうふうに記事が書けるなっていうふうに見込みが立ったらもうそのまま記事にしちゃえるぐらいの気軽さです。で、あとは自分で例えば SNS でこういうゲーム作りましたよろしくだけではなくて、一応曲がりなりにも仕事でやっているゲームライターが、そのゲームを普通の記事と同じような体裁で紹介する記事を書くということで、自分で言うのもなんですがそれなりに読める内容になっているんじゃないかと。であと人に伝えるにしても、それを読めば大体ゲームの特徴が分かるような内容になっているものになると。だからウェブ上で自分のゲームを紹介するときにとりあえずここ見てよっていう風な記事を、なんでしょう、そのデベロッパーさんのために用意するということができるんじゃないかなと思います。という状態でやってるんですけれども、実際のところはまだ、PV がだいたい月3万ぐらいしかまだないですね。なかなか自分が好きでやってる記事ではあるんですけれども、実際のライターの仕事が割と立て込んでくると1週間記事書かなかったりとか、本当は定期的にやらなければいけないところを自分一人でやってるということで結構間が空いちゃったりするので、少し安定しないというところが申し訳ないところでもあります。あとはなるべく新作リリースの情報を優先してしまって、ちょっといつ出しても大丈夫かなみたいな企画ものが少しどんどん遅れてしまうってところは今うまく回ってないなと思います。自分がちょっと趣味の延長でやってるという部分もあって、特に掲載したからといって報酬はもらったりはしていないです。なのでもしこれ皆さんが本当に活用できるように運営していくのであれば、なんかインディーゲームをもっとみんなが知ってどんどん知っていいゲームを知ってもらえる状態になるといいなというお金持ちの方が私に
なんか運営を与えてくれると、あ、これも仕事だなと私の意識が変わって、で他の仕事とのバランスがこうなくなるので、なんかいいつてがあったら教えて閉まらない感じで終わりましたが、このアドレスでもう別にここから前なくてもこれで打ち込めば出るので、なんかちょっと気になったらぜひ見てみてください。で、じゃあちょっと俺が今作ってるの本当に紹介してくれるのって思ってちょっと連絡してくれたら、いろいろやり取りをして記事を一緒に作りたいなと思いますので、個人や小さなチームで作っている方よろしくお願いします。ということでおしまいです。